はい、皆さんこんにちは。今回も前半に続いてうちの母まさこと一緒に皆さんからいただいた質問にお答えします。最後まで見ていってください。年の差12歳くらいの恋愛、どう思いますか？ 12？ 12一回りね。一回りですね。だから干支で言うと一回り。何歳と何歳なのかな。いや、そうだよね。はい。はい、じゃあ行きましょう。せーの。はい。12歳まで OK、それ以上はってね。相手が40歳違いだし、40歳以下なら全然あり、年の差は別に40歳以下。だって結婚するかどうかの話をもしこの人がしてるんだとしたら、自分が子供がその40歳とその方の年齢で子供ができた時に、成人した時にお父さんが60歳だったらまだいけるじゃん。まだ仕事っていう関連で40歳以下だ、まあ42歳とかだと全然いいと思うんだけど、40歳以下だったら全然ありでしょ。年の差は12歳なんて全然周りでも結構いるし、全然いいと思うんですけど。まあそうね。12歳までなら OK だけど、それ以上があと実際私の周りで、私と同じ年で20歳ぐらい、もっと言ってたかな、年の差で結婚してる人がいたんですけど、全員離婚してるよね。なんかね、やっぱりね、自分がまだ40代で相手がもう60過ぎちゃってるとすると、もう初老じゃん、60もう初老じゃん、60。いやちょっとごめんなさい、失礼。じゃあまだ自分がまだこう40代若いのに、相手がすごくそれまで思っていなかったのに、相手の老いをすごく感じてしまうらしい。それ何歳ぐらいか感じるの？自分が40歳ぐらいの時に、まだ自分はまだ女として若いのに、夫がもう老人的な感じを感じてしまうらしいよ。そういうことだったみたい。経験者私じゃない、ママの周りのね、経験されてる人が多いからね。そうそう、それで、いやだから私がもしラブイズブラインドでだったとして、もし本当にね、緑がで連れてきたとしても多分反対はしなかったと思うの、だけど言うと思うよ。20年、自分30だから10年後捨てられる覚悟を持って結婚してくださいねって言うと思う。聞きました今。10年後捨てられる覚悟を持って結婚してくださいねって。違う、俊太さんの年だったらよ、だって私より年上だからね。そうね、まあお母さんより上ってなる。そう。まあ冷静だったら普通にそれ言われて、それでもこの人を幸せにしますって言えないよね、男性でね。いや、それは分からないけど、だって60歳トム・クルーズ来たらどうする？トム・クルーズなんです、トップガンから。いや60歳であれやべえから。トム・クルーズ、いやちょっと待って、トム・クルーズね。レアケース。めちゃめちゃレアケースだから。じゃあちょっとこれ面白い。結婚を漢字1文字で表すなら。難しいですね。これは私なんてまだまだちょっとまだ初心者ですから。そうですね。結婚初心者ですから。まだ1年ぐらいかな。でもパッと思いついたのでいい？パッと。はい、じゃあ行きましょう。せーの。はい。出ましたね。これめちゃめちゃこれはもう経験が語るよね。やっぱもう忍耐しろ。これがね、結婚1年目の人、35年目の人の違いね。今ここにもテロップ出ましたね。ちょんって出ました。これもう私も多分1年目だったらこう書いたよ。1年目こう書いた。正解でしょこれ。この愛というものが何なのかっていうのをすごい、ね、考えさせられたというか、さっきの何かの時に自分が全部を捨てられるかとか、それぐらい無償で愛せるかとかっていうのがやっぱ結婚だなってすごい思ったから、なんかその愛情、今まで私はそこ受けてばっかだったなと、家族、親からの愛とかも。だからなんかこう人を愛されるっていうのはこういうことなんだなっていうのをすごい
感じたから愛っていう感じにしたんだけど私も1年目だこう書くすごいそうしてなんかもう、一旦どこから突っ込んでいいかわからない忍耐といやいやもうそれはもう本当にこうもちろん愛よ愛もちろん愛土台にね愛があるね土台に愛がある新しい感じができましたね。あほら同じほら心がちゃんとそう通ってますね。確かにそこから刃が出てきてますけど。これねそうね確かに同じ愛心はねあるんだけどそこからもういろんな方ありますよ人生、結婚生活の中にねね相手のご両親のこととかねそうそううち同居ですからこう見えて35年嫁をやっておりますあーはい3世代。いまだにおじいちゃんおばあちゃんと一緒に暮らしてる、はいはいまあいろいろねはいはい私たちがちっちゃい時からいろいろ苦労されているので苦労されているので私もそれを横で見ておりましたので苦労されておりますのではい、この字がママから出てくることに対して1ミリも疑問はございませんはいだからでもそれでもまあこうね35年も続けてこれるっていう理由はやっぱりそれ愛ですよでこれは夫への愛だけじゃなくて子供への愛とかもねもう無償の子供の愛子供への愛はもう本当無償ですよで犬への愛とかもあるからそう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 犬への愛そう愛があればこそのこれですねということになりますでちょっと勝手に自分のものでしないで漢字一文字言ったらもう全部ルールの漢字してるWhat is one of your favorite memory with 緑やから緑との一番の思い出は何ですか。一番の思い出そうそうはいどういう答えがなってんじゃあドン、お願いします。高校卒業して家を出て高校卒業同じおーすごいどういうシーン。どのシーン高校卒業の次の日が東京にあそう出発する日だとそうしかも誕生日が卒業式そうで次の日だったんだよねそうそうそれで名古屋駅に新幹線ホームに送っていくんだけど、緑の部活の仲間たちからサプライズで見送りに行くっていうのを聞いてたんですよ、何時ぐらいに行くからって言ってで私黙ってたんですよね、で2人で名古屋駅新幹線ホーム行きました。そしたら友達がバーッと来たの「みーやん頑張ってね」みたいな感じ、そしたらもうみんなすごい泣いててもう緑まで泣いちゃって、で自分いかんいかんこんなところで大人まで泣いてて思ってまあなかなかぐっと我慢してたの。そうだねこんな感じで我慢してて、それでもう泣きながら新幹線に乗っててみんなわーって頑張ってねって言ってなんかどんな見送りがすごかったねあれ見送りそうすごい感動的な見送りだったんだけどそれでもう泣きながら新幹線に乗っててこの後どうすんだ新幹線の中でって思いながら応援してたんですよそうそうそう見そう送りなんかママとの別れも家族との別れも悲しかったしそうすごいそれも泣いてたんだけどそう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 だなんかやっぱり友達その卒業式の次の日だったっていうのがねそうなんだよね。それでその見送ってグッと我慢しながら駐車場に車乗りに行ったんですけど、で緑に新幹線乗る直前に手紙を渡されたんですよ。それでそれで車の中に乗ってからなんだろうなと思ってもう読んだ瞬間からもう涙が止まらなくてもううわーって泣いちゃってそれも今だ思い出しても泣けてきてもうすごい泣けてきちゃってもう泣きながら車を運転して家に帰ったってでちょうどお姉ちゃんがいて家に「お姉ちゃん!」みたいな感じでそうだからそのことがすごい思い出っていうかそうですね私もあれが一番ママとの思い出っていうか思い出家族との名古屋での思い出かもしれないけどそうやっぱあそこがやっぱさあれ以降なんかやっぱりでもあそこがすごい楽とかもないもんねターニングポイントっていうそ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 うか自分の人生のやっぱり名古屋から出て親元から離れて行ったっていうまあ独立どっこの子だったけどね最初からもともとそういやいきなり一人暮らしで英語喋れないのに英語の学校に入れられたじゃないよね自分でね行ったんだけど全部英語で英語を学ぶっていう2年間を過ごしたんだけど、バイトも始めてとかいやーきつかったね最初の1年は本当に勉強も全然分かんなかったしそうねだから本当にこの子自分で辛いことを全く小さい時からなんだけど、辛いことを親に言ってこないタイプなんですよ、だ
だからそのアメリカンスクールにアメリカンカレッジに行ってる時も多分すごく大変だったと思うんだけど、なんか何でもないことのようにやってて、自分でアメリカの行く大学も決めて行ってくれたから、なんかあんまり心配しなかったんで当たり前みたいに思ったんだけど、後で学校の評判とかを聞いて、いやよく頑張ったよねと思った。ありがとうございます。そうお金かかっていやそういう問題じゃなくて、やっぱりこう挫折する人が多いじゃん。る。でもなんか名古屋での見送りがすごい自分の中でもう頑張らないとなっていう感じがすごい覚えて、めちゃくちゃ覚えてる。いやーすごいね、一緒だったってびっくり。終わったエンディングでもなんかということで今日はママがゲストとして来てくれました。これ1話にまとまるか分かんないけど面白かったね。やっぱりこう結婚の経験が、結婚だけじゃないもんねママ。もうだって子育てもそうだし結婚もそうだし。普通よ、世の中のお母さんたちみんな経験してることが普通なの。そうなんだけど、そんな特別なことじゃない。そうだけど、なんか私がまだまだ未熟者だなってすごく感じました。回答を見てそんな大きくうなずかないの渡るはい、次の回も楽しみにしててください。またやんだバイバイ。